皆さん、こんにちは。男性の皆さん、こんな経験はありませんか？京都の高級な料亭で食事をしていると、美しい着物姿の女性が静かに部屋に入ってきます。その立ち振る舞いに目を奪われ、会話も忘れてしまう。そう、それが芸者や舞妓なんです。今日はこの魅惑的な世界について皆さんと一緒に探検しましょう。きっと新しい発見があるはずです。最後にレッスンもありますので、どうぞ終わりまで聞いてくださいね。芸者 vs 舞妓、美の共演。まず、大切なことから始めましょう。芸者と舞妓は違います。でも、どう違うのでしょうか。芸者は成熟した美しさを持つ女性です。知的で洗練された雰囲気があります。舞妓は若さと愛らしさが魅力です。カラフルで華やかな姿が特徴です。例えば、有名な芸者は、60代になっても多くの人を魅了しています。一方、舞妓さんは通常15から20歳くらい、その若さと美しさで多くの人の心を癒しています。芸者さんは大人の男性を魅了する技術を持っています。会話力、気配り、そして芸術的な才能が素晴らしいんです。例えば、お客さんの好みや気分を瞬時に察知し、ぴったりの話題を提供できるんです。舞妓さんは初々しさが魅力です。その姿を見ると、守りたくなる気持ちになるかもしれません。京都の祇園で舞妓さんが歩く姿を見ると、まるで時代劇の中にいるような気分になりますよ。芸者さんの技術はまさに芸術です。彼女たちは次のことができます。三味線や太鼓などの楽器演奏、優雅な舞、知的で面白い会話、お酒の上手なお酌。芸者さんは単なるエンターテイナーではありません。日本の伝統文化を体現する生きた芸術品なんです。舞妓さんは芸者になるための見習いです。若くて美しい彼女たちは多くの男性の憧れの的です。舞妓さんの生活は厳しいですが、その分だけ価値があります。毎日の訓練を経て一流の芸者になるんです。例えば、舞妓さんは毎日4時間以上日本舞踊の練習をします。その成果は年に一度の都をどりという舞台で披露されます。私の友人のお兄さんが一度舞妓さんのお茶会に参加したことがあります。その時、舞妓さんが見事な手さばきで抹茶を立てる姿に
感動したそうです。お茶を受け取るとき、舞妓さんの手の美しさに目を奪われたとか。会ってみたい、そう思いましたか？チャンスはありますよ。京都の花街に行ってみてください。特におすすめは祇園です。高級感あふれる雰囲気が魅力。特に花見小路は有名です。また、ポント町は気取らない親しみやすい雰囲気。鴨川沿いの風情ある街並みが魅力です。夕方の散歩がおすすめです。お仕事に向かう芸者さんや舞妓さんとひょっとしたら目が合うかも。そんなドキドキ感を味わえます。実際に私の外国人の友人は夕方の祇園で舞妓さんとすれ違い、思わず美しいと声をかけてしまったそうです。舞妓さんはちょっと恥ずかしそうに会釈をして去っていったとか。素敵なエピソードですよね。紳士の心得。ここで大切なお話があります。芸者さんについて誤解している人がいます。芸者さんは売春婦ではありません。彼女たちは高度な技術を持つ芸術家で、日本文化の担い手なんです。紳士として彼女たちを尊重することが大切です。例えば、芸者さんに話しかけるときは、まず、お姉さんと呼びかけるのが礼儀です。決して体に触れたりしてはいけません。正直に言うと、芸者さんや舞妓さんの数は減っています。でも、希望はあります。最近、若い男性の間でも、日本の伝統文化への興味が高まっています。中には、日本舞踊や茶道を習い始める人もいます。おもてなしの心を学ぶのが目的だそうです。日本に来たら、ぜひ体験してみてください。例えば、京都の宮川町には、舞妓体験ができる場所があります。着付けや化粧、舞の体験ができますよ。そして、その素晴らしさを周りの人に伝えてください。男性の支援がこの伝統を守る大きな力になります。芸者さんと舞妓さんの世界は日本が誇る文化遺産です。その美しさ、技術、そして奥深さはきっと皆さんの心を捉えるはずです。ぜひ一度本物の芸者や舞妓との時間を体験してみてください。今日の言葉は朝飯前です。皆さん、朝は忙しいですか？私は毎日大忙しです。でも、日本語には朝飯前という不思議な言葉があります。これはとても簡単という意味なんです。え、朝が簡単？どういうこと？
実は私も最初はびっくりしました。でも理由を知ってもっと驚きましたよ。昔の日本人は朝ごはんの前にたくさんの仕事をしていたんです。想像してみてください。まだ暗い外で農家のおじいさんが田んぼに水を入れています。お店のおばさんが店の前を掃除しています。お母さんが洗濯物を干しています。すごいですよね。朝ごはんの前にもうこんなに働いているなんて。だから朝飯前は簡単なことを意味するようになったんです。面白いでしょう？使い方の例。この漢字テスト難しかった？朝飯前だったよ。え、朝ごはん食べてないの？あは、違うよ。とっても簡単だったってこと。朝飯前を使うとみんなすごいって言ってくれますよ。皆さんも使ってみませんか？きっと日本人の友達を驚かせられますよ。さあ、これであなたも日本語上級者です。日本語の勉強、朝飯前で頑張りましょう。今日はここまでです。このチャンネルの動画の文章をダウンロードできるようにサイトを作りました。よかったら応援してください。概要欄にリンクを貼っていますので、そこから見てくださいね。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。また次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またね。